はい、お疲れ様です。ハーさんチャンネルです。今私の目の前に立ってらっしゃる、方はね、チャラじいさんですね。はい、チャラじいさんってお呼びしちゃっていいんですか？はい、いいですよ。よろしいですか？はい、よろしくお願いします。お願いします。実はね、女神湖でもね、お話を一回伺ってるんですけど、今までにない、シチュエーションだったので、これはちょっと別撮りにしなきゃいけないなと思いまして、ちょっと無理にね、ちょっとお願いさせていただいて、来ていただいてありがとうございます。すいません。実はですね、どうぞこちらへ。実は娘さんなんですよ。チャラじいさんの娘さんで、しかもびっくりすることに親子揃ってアルフィスタっていう娘さんをね、アルフィスタに育てるコツみたいのをね、ちょっとお伺いしようかなと思います。ちょっと今日ね、風が強いんでね、聞こえづらいかもしれないです。すいません。じゃあ、よろしくお願いいたします。娘さんからのがいいかもしれないですね。うちのチャンネルは女気がないんでで、お父さんにフォローしていただきながら娘さんに、そこまで詳しくはないので、はい、簡単に説明しますと、はい、アルファルミュのジェリアの、はい、ジェリアスーパスーパー、はい、ー、はい、ジュリアスーパーですね。はい、載っています。はい、去年の12月に納車したので、はい、ちょうど丸1年ぐらい。丸1年。はい。中古車ですか、新車ですか？新古車になるんですね。新古車、はい。あれはもうナンバーついてるけども、新車でディーラーが持ってたやつ。そうですね。走行距離もすごく少なかった。少なかったですね。はい。この車を決めるときはどちらの方が、お父さんが決めたんですか、それとも娘さんの方がこれがいいっていう、どちら決めたましたね。お互いで、車の探して2人ではいはいはい車屋さんに行くんですよ。最初、はい昔乗ってたアウディがあったので、はいはい、買い替えるという時にええまずアウディを見て、その日の夜ですかね、夕方ぐらいに、はい、アルファロメオの同じジュリアの市場を予約入れしたんで、1日でアウディに乗って、後半がアルファロメオ。あ、そうなんですか。で、どっちにするかって、まあ、悩んでたっていうか、とりあえず見てみようかってはい言ってもらったんですけど、はい、最初アウディに乗って、アウディも最新のやっぱりドイツ車だからすごいなと思ったんですけど、競合したアウディって何ですか？ A4 ですね。 A4 ですか？だから3年ぐらい前の3年ぐらい前の。で、2人で今度アルファロメオ乗った瞬間に、乗った瞬間にやっぱりこれって2人でなるほどね。そういう決め方だったんですね。やっぱり全然違いますね。全然違った。エンジンかけた瞬間もアルファロメオだったんで、やっぱり2人でエンジンかけた瞬間、今までのあるかと同じようなこうなんか伝わってくるもんが、あ、なるほどね。やっぱりね、なんか絶対こっちだなって乗った瞬間に、それからエンジンかけた瞬間に、やっぱりこっちだねって2人で。最初アウディ乗った時に、やっぱりこう最先端なので、例えば運転席のその奥のモニターに、モニター全体にこうカーナビが 3D で出てくるような、そういう最先端な感じだったし、安全性能とかも多分レベルが違ったと思うんですね。だからその車として乗るには、もしかしたらアウディの方がいいんじゃないって選ぶ方も多いと思うんですけど、でもなんか私たちの中ではなんかそこは決め手にはならなくて、やっぱりなんかインテリアだったり、そのエンジンかけた時の音だったり、乗んないと分からないですか？乗んないと分かんない。エンジンかけた瞬間エンジンかけた瞬間じゃないですね。最初はですね、ベレットっていうベレジーですね。ベレット、はい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 。いすゞのベレット。ベレットの後買ったのが、中古で、アコードですね。アコード、初代アコード。ちょっと乗って、で初めて買った会社がその次のゴルフの初代ゴルフ。初代ゴルフ。はいはい。それもジョージアローがデザインしたやつで、あれを3年ぐらい乗って、それが一番壊れましたね、やっぱり。それはね。それが一番壊れましたね。故障が多かった。その後に初めて新車を買ったのが、ちょうどバブルの頃でプレリュードの2代目ですね。2代目、はいはい。それで結婚して、結婚した時に買ったのがスバルのツインターボ。そ
れにしばらく乗って、それがちょっとファミリーカーでプリメーラっていう車をプリメラね。でその後に買ったのがアウディの A6、 A6。それが9年乗って、その後にアルファの156あ、その後に156ですね。で、それがもう16年ぐらいになって、もうそろそろ本当は変えたくなかったんですけど、年も年なんで、ある程度、なんていうんですか、緊急ブレーキとか安全装置ついた方がいいんじゃないって言われて、なるほど。でも156 V6 のエンジンがめっちゃ良かったんで悩んだんですけど、うなずいてますね。156ね。そうですね、買い替えるきっかけは、やっぱりちょっとこうそろそろこう安全面を安全面ね。したいなと思って、156もすごくいい車で、私も自分が初心者マークをつけて乗った車なので、すごい思い入れはあったんですけど、一番愛着が今でもちょっと後悔してるというか、156の何を乗ってらっしゃったんですか。156のスポーツワゴンですね。あ、スポーツワゴン。はいはいはい。2.5リッター。2.5の V6。V 型のエンジンは本当にいい音してて楽しかったですね。売る時も2台も遠かったです。2台持ち2台持ちしたいなって、でも横が経済的にちょっとしたいんだよねっつって、やっぱ泣く泣く諦めた。今思えば2台持っててよかったかもしれないですね。で、このジュリアになるわけですね。女の子だから別に車に興味ないんじゃないかと思ったんですけど、本当に車がよく車前の156乗ってて買い替える時は、そうそう買い替えた方がいいんじゃないって時に、こうディーラーの前とかいろんな日本車のディーラーとかドイツ車のディーラーが通ると、やっぱり他車がいいよねって言うんですよね。だから珍しいこと言う。いつからその車に目覚めたんですか。目覚めるきっかけっていうのは何なんですか。結構父が車好きだったので、車に乗ること自体はすごく興味があって、車って運転できた方がなんか楽しそうだなって、で免許で運転するようになりました。特別にお父さんから車の英才教育を受けたわけじゃないですね。全くなくて、その自分がこう成長するにつれて車に興味が湧いてきた。そうですね、私免許取ったのちょっと遅かったんですけど、その頃はもうもちろんそのカーナビなんても当たり前だったし、ミラーモニターがもう当たり前だったんですけど、156はそんな全然でもちょっとついてないので、乗った当時はちょっとなんかそういう車の方がいいなって思ってたんですけど、こう自分の家で乗ってる車が他の人たちがあんまり乗ってないような車っていうのがなんかすごい自分の中ではなんかこうちょっと優越感じゃないですけど、かっこいいってのがあったんで、やっぱアルファロメオって今でこそ結構見ますけど、昔ってそんな今ほどなかったイメージ、私の中ではそういうイメージなので、なんかこう自分の家の車っていう特別感っていうのがあって、免許を取った時からアルファの 156V6 がそうです、家にあって、もうそれがもうあれですね、だからスマホと同じでアプリとしてもそこにあったわけですよ。娘さんをアルファ好きにするためには何をしたらいいですか。そう言われるとどうしたら。無理にしない方がいい。多分好きになって自然に親が乗ってれば好きになる人は自然に好きになる。だからこれ乗れあれ乗れって言わないで、やっぱり親がやってることを見ながら、子供がそれを見ながら感じるものがあれば。普通の車になったなってそう思いますよね。普通の車だって。今のいい車。でも結構ね、そういう意味で言うと見た目そう見えるんですけど、やっぱり乗ると、やっぱアルファロメオっていうか、なんていうんですかね、エンジンも静かなんですよ。静かですね。アイドリングじゃん。でもやっぱり3000以上回すと、エンジンの音が聞こえるように作っちゃうし、だから振動も必ず感じられるように作ってるし、あとアイドリングストップついてるんですけど、アイドリングストップがこう復帰する時も、ベンツとかドイツ車だと静かに、日本の車は特に
エンジンがかかったのか分かんないぐらいに気するんですけど、うんこれ明らかにエンジンかかったぞってボーンって出る。多分それってわざとそう作ってんだろうな。味付けされてるわけですよね。多分その辺がアルファとしてのこだわりがあって、やっぱり乗って楽しくないと車じゃっていうのは、この明らかにこの車はあるなっていうのは感じますよ。やっぱりハンドリングなんかはやっぱり当時昔ジュリアに1回運転させてもらったことあるんですけど、はいちょっとそれに近いものなんですよ。やっぱりそのハンドルのキレとか、あとはそのもう曲がる時のなんていうのかな、とにかく思った以上に曲がってくれるっていうの。曲がる。要するにこうドライバーの意思をついて曲がってくれるような作りをこの車はやっぱりしてるんで、これも同じなんですよ。ドイツ車って私の中ではドイツ車ってちょっと武骨ななんかイメージがあって、なんかやっぱりこうお国柄がちょっと出てるなみたいなところがちょっとあってですね、なんかすごい秘密に作られてて性能すごくいいんだけどちょっとつまんないからみたいなのがあって、なんかそういう意味では私は仕事イタリアの人とか別に関わりはないんですけど、なんか一回旅行で行ったことがあって、なんかその時のこうちょっとなんか華やかな楽しい感じですかね、そういうのがなんかアルファロメオには出てるかなっていうふうに思います。ちょっと話がそれます。いや同じ考えですよね。同じ。やっぱりイタリアが面白いのは、遊び心があるし、道具としての職人のなんていうんですか、気質がこの車作り、やっぱり精神が乗っかってる。だからやっぱり遊んで楽しみじゃないと車じゃないっていう発想がみんなここに入ってて、やっぱり僕はイタリアのその気質というのが好きだし、イタリアの車だなってのを感じさせてますよ。そうですね。そこがなんかこのイタリア乗ってて楽しいと思う。そういうことですよね。ベントの左右の吹き出し口あるじゃないですか。どれですか。これですか。言うとこのひさしと、はいはい。それからこのベントの丸、ああはいこはいはい。れって昔のジュリアと全く同じ。あ、そうなんですか。多分アルファってここってまあ丸じゃないのもあるけど基本的に丸にしてるんですよね。だからこの辺ってこだわってんだろうなって。でひさしは必ず156のこういうひさしですし、147も多分3連で上にこう必ずひさしがついてる。多分この辺がこれはだからアルファでこれだ。でも見た感じだけでもね、もう今の車と遜色ないね。見た目はね、すごい高級車っていう車を作ったっていうのがあるからすごいなと思って。これもプロペラシャフトは全部カーボンじゃないですか。はいはい日立製の。どこですか。日立製のはい。日本の日立が作ってる、はいプロペラシャフト、カーボン製の。そうなんですか。全部そうなんですよ。でアルファのすごいなっていうのは粋だなって感じるのは、はい。変にその差別化しないんですよ。走るためのものについては徹底的に金かけて作って、そうじゃない、例えばこの間言われてワイヤーとかね、ボンネット開けるワイヤーなんか本当うちのも壊れた。あ、そうなんですか。もう壊れたんです。ワイヤーが引っかかってる。そういうところって本当に単純なところは金かけてない。でもそういうところには金かけてこだわり作ってる。でそこがなんかね、この車の思想がすごい感じられて。確かにアルファでエンジンが壊れたとか、そういう主要なところが壊れたっていう話ってあんまり聞かないですよね。そう確かに。どっちかというとセンサーとかそうですそうです。電気系じゃないですか。連携とあれはね、多分いい加減に作るんだよなと思います。本当。あととにかく見てて分かるのは、壊れたら直しゃいいやって作ってますよね。まあそういう発想がイタリアの人間臭くて、またうん本当にこう車って機械って感じがしなくて道具って感じがする。道具って感じがね。そこがすごいね、面白い車だな。しかもその俺らが作ってる楽しい車だってこれ以上のもねえから乗りたいやつだけ乗れっていう感じで作ってるところが面白いよね。なるほどね。つめさんはどうですか。どの辺があれですか。萌えポイントですか。ポイントですか。いろいろあるんですけど、あ、いろいろある。いろいろあります。どの辺がおすすめですか。女性目線から見て。ギャップですかね。ギャップですかね。ギャップ。結構顔もいかついし、ちょっとこう怖そうな感じするじゃないですか。でもなんか運転すると、結構そのなんでしょう。私すごい運転上手とかではないですけど、でもそれでも結構こう運転しやすくて、こう
なんでしょう、結構言うこと聞いてくれるというか、感じで。車も正直だと思いますよ。やっぱり女性が運転してると車が優しくアシストしてくれるんじゃない本当ですか？いや、アルファって意思持ってるから。あ、そっか。そうそうそうなんかね、何か考えてるんですよねなんか考えてますよね。なんか考えてるんですよ、アルファロメオって。そう面白いな。うん。語りかけてなんだろう、そうそう。すごいなんかね、生き物感があって楽しいですね。あと何ですか？そう、あともう一個は、あえて赤を選ばなかった。結構日本でアルファロメオっていうと赤乗ってる方結構多いと思うんですね。で、街中で見かけるのもやっぱ赤がすごい多いんですけど、なんかこうそこはあえてアルファロメオなんだけど赤じゃないのをチョイスして、ちょっとこう違う感じを出したっていう。黒と白で迷って、でちょうどその走行距離とか年代とか同じで、価格も同じぐらいのやつで2台あって迷ったんですよ。なんですけど、私は結構その中の黒革と、あとこのウッド調のこの相性が、この組み合わせがコンビネーションがすごい好きで、黒だと内装がベージュなんですよ。で、もっとなんでしょう、ベロアで生地がで、なんかディーラーさん曰く結構その色落ちとか服の色とかがついちゃうみたいなで、私は、ちょっとこれもしかしたら女性目線かもしれないですけど、なんかそういうのがこう長く乗るって考えると、やっぱこう黒の方が、メンテとかその寿命とかも長い。はい。黒はでもスポーティーですよね。あ、そうですね。合いますよね。ちょっとカスタムするんで前のエンブレムモノクロにしたいかな。これだけでこれ黒いやつがこれを黒でミラーの下にイタリアのカラーのステッカー貼って、そう洒落たものにしたいかな。しかも言ってますよ、デザイナーがこの形ってすごい難しいんですけどね、三角形にするっていうのをクローバーにしてるじゃないですか。こういうふうにデザインできるのって、まず日本人は無理だろうって、これをきれいにまとめるのにイタリアのデザイナーがこうやってちっちゃくしてる縦型のやつをしかもクローバーにするっていう、こういう発想で日本人は出てこない。そう面白いのはこれ日当たると変わるんですよね。ここの色がね、ここから見るといいんですけど、ここからくるみが出て、多分ジゴリもそうなんですけど、必ずその日によって日陰だとか、時間によって全体のイメージが変わってくるようにプレスライン作ってるんですよ。この間聞いたら、このスーパーがこういうふうにこれはここになってるんですけど、ベローチはここないんですよ。あ、そうなんですか。ここが違う。このプレスラインここにこう来てるんだけど、ベローチェは多分この間取られたディスコンティアでベローチェだから、ここのプレスラインない。金かかるんだけど、なんでそこに作ったのかわかんないですよね。要するに金型変えなきゃいけないから、なぜかその写真によって似てるようだけどどっか変えてる。ちなみになんですけど、なんか不満点あります？不満点ですか？不満点どうですか？のはちょこちょこ故障というか、故障ありますか？一回壊れたって故障になったのは、アイドリングストップが効きませんっていうのがピカッて出て、エンジンの警告をついたのと、先ほど話しましたけど、後部座席の倒すためのレバーのワイヤー、あれが効かなくなってる。それまだ1台しか乗ってないから、それぐらいですかね。大きな故障がないから、その分がいいかなと。バッテリーの突然死って結構聞きますよね。それ聞きます。だからバッテリーは買った時にもう取り替えてくれたから。そうですか。だからまだそのバッテリーのあれは出てないですけど、あとこれ贅沢かもしれないですけど、一応センサーがついてるんで、人が近づいたりなんか物ぶつかりそうになると、あれがうるさい。慣れてないんで、ぶつかるのかぶつからないのかよくわかんないけど、ピッ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 よくなるっていうのは気にはなります。これメンテナンスはどこでしてるんですか？
これはまだ買ったばっかりなんでディーラーさんディーラーさんで。ああ、そうですか。どうですか、ディーラーさんの対応は。まだ初めてのディーラーさんなんで、はい。なんでまあ悪くないです。私がこれからね、チャラじいさんのご好意で、運転させていただけるっていうことなんで、娘さんがめちゃめちゃ心配そうな顔してる。大丈夫あの人みたいな感じになって事故を起こさないように気をつけます。行ってきます。ただちょっと今ね、ドライブモードをノーマルにします。これがノーマルですか。はい。今ノーマルで。今ノーマルですか。はい。それで右に入ったら U ターンの方へ、一番右へ行ってもらえれば。あ、クイック。すごいじゃん。音静かですね。普通の乗用機だとどのくらいから盛り上がってきますか。じゃあこれ乗って3000ぐらい3000ぐらいなると音がね、そこは賢いですね。そうなんです。結構リニアに。これやっぱり高速乗ったりとか跳ねると分かりやすいね。でもうやっぱ何年か1年間経ったから乗ってるうちにやっぱり乗り心地アルファロメオだよこれはって。音が静かだからっぽくないんですけど、3000回転を変えると超えてくると、音がでわざと音を出してんだよねやっぱりね。で振動も必ずこう伝わるようにしてる。この3000回転までが世界標準にしてるんじゃないですか。ああ、そうかもしれないですね。で3000から上をこれが俺たちのアルファアルファだそうです。だから D モードで乗れっていう。お、全然本当重くないですね。車が。そうそう軽いんですよ。ものすごく軽く感じる。U ターンできるかな。できます？大丈夫ですか？曲がりきれます。じゃあ意外と曲がっちゃいますよね。見えない。車来てないから大丈夫です。小回り引きます。だから別に1号路に比べると全然1号機は全然絶対無理。そうだね。もう1号路がよく1号ならでもいや車がよくできてるんですよね。本当に普通に乗れますもんね。本当に普通に乗れる。で段差も普通に本当に上手に出していくし、ここで今後もアルファロメオに乗り続けますか？あ、一応はい。もうアルファ他もいろいろ乗りたいなと思ってたんですけど、やっぱり戻ってくると一番乗り心地いいなと思います。乗り心地がいい。居心地がいいですか？居心地いいです。はい、というわけで、チャルリーさんのジュニア運転させてもらいました。今日はね、すごい楽しかったです。福井さんとお父さんのね、仲の良さがすごい伝わってくる、そんなジュニアでしたね。チャルリーさん、またいろいろコメントで、後ろをよろしくお願いいたします。娘さんもコメントで、母さん、それ違うよって言って、本当に今日はどうもありがとうございました。